こんにちは、オートウエストエンドです。今回はレビュー動画になります。どの商品かと言いますと、前回1ヶ月半くらい前に施工しましたガラコのミラーコートゼロという商品です。確かこれは日本でしか買うことができず、一旦帰国した奥さんに買ってきてもらったんだったと思います。やっと手に入れて、今回1ヶ月半経ったその状況、現状報告をしていきたいと思います。こうして見ていきますと、左右で施工している部分が左側、施工していない部分が右側で分けていたんですが、何も水がついていない状態だと、こっちの施工済みの方が結構割と綺麗なんですよね。水がつかないので、水垢も同時にゴミとかもつかずに、晴れの日でもその差がわかる感じです。はい、ということで、こちらは1ヶ月半くらい前に施工した当時のその映像を流しています。左側がバッキリ水を弾いて、右側は未施工と、こんな感じで霧吹きでね拭いたんですが、水がついています。そしてこちらが1週間後ぐらいでしょうか、洗車をした時に撮影しました。これでも全然まだまだ効果は発揮していますよね。だいたい1ヶ月ぐらいかなとは予想していたんですが、続いての映像は1ヶ月ちょっと経ったぐらいの洗車前の状況です。少し水滴が施工した左半分の方にもつき始めて、右側半分はもう結構水垢みたいな感じになって、水がつく場所っていうのができているような感じです。そしてこちらは同じ日の洗車後、おそらく水をね吹きつけると、その勢いで表面の膜が取れてしまいがちなのかなと思いました。1日で結構違いがありました。そしてこれが今日吹きつけてみたところです。こちらが施工してから1ヶ月半ほど経過した現状ということですね。ぐるっと外周に水が結構ついていまして、真ん中部分は割とまだ弾きがあるという感じです。そして外周に関しては、僕が以前このサイドミラーのこの樹脂の部分をプラスチック復活剤で復活させたんですけども、その時に触ってしまったんですよね。なのでその触った跡が顕著に出ているなと思いました。そしてあとは洗車を結構この1ヶ月半の間にいろいろしたので、おそらくそのやっぱ直接水が当たる回数、そしてその勢いが強ければ強いほどこの耐久性っていうのはなくなっていくんだなと思いました。続いてこちら側は助手席側ですね。こちらは反対側になりまして、施工したのが右半分、施工していないのがこちら左半分になります。こう晴れの状態で見ていると、もうそこまで左右で違いはもうなくなっていますね。最初の 2,3 週間は結構この晴れの日でもこちら施工した方はもう水垢が全くない、水がつかないので水垢も残らないということなんですが、綺麗な状態になっていました。はい、それではこちらも水を霧吹きでかけていきたいと思います。施工した側は右半分です。どうでしょう。こちらは施工していない方、そしてこちらは施工している方、結構もう水がついてしまうようになってますね。ちょっと吹き筋のような感じ、その部分に水が乗っているようです。おそらく下地処理の段階でのムラがこうなって出てきてるんだと思います。こちら施工していない方は普通に見えにくいですね。そして施工した方はちょっと勢いをつけて吹きつけるとまだ若干弾いているのかなという感じではあります。でもやっぱり施工直後のあの感じではもはやないので、もうこれが限界なのかなと思いました。結構外的要因が大きくそれに左右されるということが今回使ってみて分かりました。映像の方は一旦ね、これまた綺麗に全部落としまして、そして新しく施工をしていこうという段階です。
この施工後に洗車をして強く水を吹きつけたり、あとは間違えてね触ってしまったりっていうのが増えれば増えるほど、この保護膜がどんどん取れていってしまうので、本来全く触らない状態で洗車もしなければ2ヶ月とか持つのかもしれないですが、気をつけてはいましたが、間違えてこのミラーの外周部分とか僕は触ってしまったり、あと洗車の頻度が結構多かったので、その水の勢いでどのくらい弾いてるのかなっていろいろ見たかったので、結構このサイドミラーに水を強く吹きつけてたりしていました。なのでそれで取れてしまったのかなと思います。以前ご紹介したレイン X という撥水コート、それは触っても大丈夫なので、好みによると思いますが、全く触らない自信があるという方はこちらのミラーコートゼロで、触ってしまったり洗車も結構するという方はレイン X の方がいいのかなと思いました。ただこちらのガラコの撥水力はめちゃくちゃすごいので、これに慣れてしまうとレイン X は見にくいなと、感じてしまうと思います。今回施工するのが2回目なので、まだちゃんと正しい施工方法できてないのかな。結構これ液だれというか余るんですよね。でそれを拭こうとするとこんな感じで、今僕ミラーにタッチしましたよね。それでちょっと変な、よれみたいなのができてしまいました。そしてこのドアパネルにも結構垂れるので、ちょっとね急いで拭いたりして、これはなんとかうまいことやる方法あるのかなって思いながらやっております。はい。でちょっとねよれたところ拭こうとしたんですけどもやってしまったというか、そのよれをムラをさらに広げてしまった感じで、下半分だけやってみようと思ったら、ちょっと上にね飛び散ったものがもうねどうしようもないので、もう上からもう一回やり直しました。この周りのガードをつけようと思ったんですが、もう今間違えて吹きつけたところが乾燥し始めていたので、もう一気にやってしまえと思って重ね塗りのような感じになってしまいました。これでうまくいくのかちょっと分かりませんが、一応見た感じでは均一に上から順にこういった感じで乾いていっているようです。ただね、やっぱりこの下のね溝、そこにめちゃくちゃ溜まるんですよね。これ皆さんどうしてますか？ちょっとうまい方法が見当たりませんでした。そして完全に乾燥した後1時間ほど放置するんですが、その前にちょっとこの横側から見てみると、ちょっと白いもやみたいな感じに、白ぼけているような感じに少し見えました。そしてその1時間待ってる間にちょっとね雨が降ってきてしまいまして、やばいということでタオルをかけて避難させていたんですが、一応なんとか1時間半くらい置いて、そして撮影しようかなと思ったら、またこんな感じで、このタイミングの雨はちょうど良かったんですが、これでどんな感じになっているのか見ていきたいと思います。この窓ガラスの方にはいっぱい雨がついているんですが、このサイドミラーには全くついておりません。風向きもあるのかもしれないということで、また霧吹きで吹きつけてみますがね、これはすごいっすよね。感動すら覚える。全くつかない。細かいのは一瞬ついて、ですぐ蒸発するような感じ。そして大きな水玉はもう全くつかないで落ちると、そういうバッキバキの効果でございます。ただこの溝ねまた見てみると、ちょっと白く乾燥して残ってしまっていました。いや、これで結局そのガラス面にタッチしてしまうのでここ悩みどころですね。綿棒とかがあればいいんですがね、それでみんなちゃんと綺麗にしているのかなそんなことを思いながらやっていました。そしてこれが1時間半経った後、横から見てみましたが、
若干白ボケは軽減しましたが、まだありますね。ただ普通に運転席からサイドミラーを見る分には全く気になるということはありませんでした。ということで今回はこんな感じでガラコのミラーコートゼロを使った、そして1ヶ月半使用したその感想をシェアさせていただきました。結論としては1ヶ月ぐらいが寿命としては妥当なのかな。2週間に1回洗車をするとして、最初の洗車ではなるべくサイドミラーに水を吹きつけないようにして、そして2回目の洗車、1ヶ月施工してから経った後の洗車でもうその施工面を全部洗い落としてまた再施工をするといったような感じになるんじゃないかなと思いました。ご覧になられている方でもっと長持ちさせているという方がいらっしゃいましたら、ぜひコメント欄で教えてください。ということで今回の動画参考になったという方はいいねボタンを、こういった商品レビューの動画をまた見たいという方はぜひ登録ボタンをお願いいたします。それでは今回も最後までご覧いただきありがとうございました。またお会いしましょう。